皆さんこんにちは。今日は少し刺激的なテーマでお話しします。99% の人の三角筋が美しくならない本当の理由。トレーニング歴が長い人でも意外と肩が平たい、横からの迫力がない、後ろ姿が貧弱という悩みを抱えている方は多いです。理由はシンプルで、鍛えるべき部分に的確に負荷をかけられていないから。この動画ではなぜ多くの人が三角筋をバランスよく発達させられないのか、三角筋の構造と機能、部位ごとにおすすめの種目、フォーム、失敗例、効果的な負荷設定まで深掘りして解説しますので、最後までご覧ください。また、忘れないうちにチャンネル登録をお願いします。まず、なぜほとんどの人の肩が美しくならないのか。理由の一つ目は、トレーニング種目の偏りです。多くの人はショルダープレスやオーバーヘッドプレスといった押す動きばかりをやります。これらは確かに前部、中部を鍛える効果がありますが、負荷が前部寄りになりやすく、後部はほとんど刺激されません。理由の2つ目は、日常生活や他のトレーニングで前部ばかりが酷使されること。ベンチプレス、腕立て伏せ、荷物を持ち上げる動作など、ほとんどが全方向の動きです。その結果、前部が過剰に発達し、中部、後部が相対的に弱くなります。理由の3つ目は、フォームの問題。せっかく種目を選んでも、僧帽筋や広背筋など、他の筋肉に負荷が逃げるフォームをしてしまうと、三角筋への刺激は半減します。また多くの人が重さにばかりこだわって可動域を浅くしています。様々な研究の結果から、筋肥大のためには対象となる筋肉が十分にストレッチされた状態で適切な負荷をかけることが効果的であることが分かっています。したがってターゲットとするパートが十分にストレッチされた状態の時に動作をコントロールできるフォームをマスターすることが必要になります。特に中部、後部は小さな筋肉なので、フォームが少し崩れるだけで効かなくなります。理由の4つ目は、この動画のチャンネル登録をしないことです。忘れないうちにチャンネル登録をお願いします。それでは、三角筋の構造と機能について見ていきましょう。三角筋は、肩の丸みを作る大きな筋肉で、3つの部位に分けられます。1つ目は三角筋全部です。位置は肩の前面にあり、主な動きは腕を前に上げる、屈曲、腕を内側にひねる、内旋。関与する種目はベンチプレス、フロントレーズ、オーバーヘッドプレスなどです。2つ目は三角筋中部です。位置は肩の真横にあり、主な動きは腕を横に開く、肩関節外転。関与する種目はサイドレーズ、アップライトローなどです。3つ目は三角筋後部です。位置は肩の後ろ側にあり、主な動きは腕を後ろに引く、肩関節伸展、腕を横に開く、肩関節水平外転。関与する種目はリアレーズ、フェースプル、ベントオーバーローなどです。この3つがバランスよく発達することで、正面から見ても横幅がある、横から見ても前後に立体感がある、後ろ姿も迫力があるという美しい肩が完成します。お待たせしました。それではトレーニング種目を見ていきましょう。1種目目はダンベルフロントレーズです。これは三角筋全部を鍛える種目です。正しいフォームについて見ていきましょう。開始姿勢は1ダンベルを体内で持ち直立する。肘を軽く曲げ視線を前方へ向ける。上げる動作は1肘を軽く曲げダンベルを前方に上げる。2ダンベルを肩の高さまで上げる。3反動を使わずスピードをコントロールする。下ろす動作は上げる動作と同じ軌道を通り、スタートポジションに戻す。フォームのコツは、上げるときは肩前面で引き上げる意識。下ろすときは重力に任せず、ゆっくりコントロール。よくあるエラー動作は、腰を反らして反動を使う。肘を伸ばしきってしまい関節に負担をかける。肩より高く上げて僧帽筋に負荷を逃がすなどがあります。2種目目はサイドレーズです。これは三角筋中部、外側を鍛える種目です。正しいフォームについて見ていきましょう。開始姿勢は1スタンスは腰幅から肩幅程度に開き膝を軽く曲げて立つ。
2ダンベルを親指で包むように握り手のひらを体側に向ける。3視線を前方へ向け肘を若干曲げてセット。上げる動作は1腕を肩関節のやや前方に開きゆっくりダンベルを上げる。2ダンベルを肩の高さ程度まで上げる。下ろす動作は1ダンベルを上げた状態からゆっくりスタートポジションに戻る。未完全に下ろさない、負荷を抜かない。フォームのコツは肩をすくめず僧帽筋を使わないようにする。腕を動かす意識ではなく肘を外に押し出す感覚で上げる。よくあるエラー動作は肩がすくむ、僧帽筋優位、重すぎる重量で反動を使う、肘が下がって前腕主導になるなどがあります。3種目目はライングリアレーズです。これは三角筋後部を鍛える種目です。正しいフォームについて見ていきましょう。開始姿勢は1ダンベルを持ちベンチに側外で横たわる。膝、股関節を曲げて上体を安定させる。3ダンベルを持った手を前方に伸ばす。4手は界内にしたままダンベルを真下に下ろす。水平内転し肩甲面をストレッチさせる。上げる動作は1肘を若干曲げ水平伸展方向へ上げる。2垂直まで上がる手前で止める。下ろす動作は1上げる動作と同じ軌道を通りスタートポジションに戻す。フォームのコツは肩甲骨を寄せすぎず後部をダイレクトに刺激する。反動を使わずトップで一瞬止める。よくあるエラー動作は下げすぎて負荷が抜ける。肩をすくめて僧帽筋優位になる。高重量で反動を使うなどがあります。エビデンスから推奨される負荷設定は筋肥大を目的とする場合8から 15rm の重量で3から5セット、インターバルを1から2分以内とします。1セットあたり15回以上できるようになったら重量を増やしオーバーロードをかけていきましょう。1週間のトータルセット数は初心者で10セット前後から始め、効果が停滞してきたと感じたら 20% ずつ、すなわち12、14、16セットというようにオーバーロードをかけていきましょう。上級者では20セット程度を目標に1日あたりのセット数と週間頻度を調整しましょう。効果が停滞してきたと感じたら同じく 20% ずつ、すなわち24、28セットというようにオーバーロードをかけていきましょう。ただしオーバートレーニングにならないよう注意してください。最大筋力を目的とする場合、1から 5rm の重量で3から5セット、インターバルを3から5分以上、週間頻度は2から3日、週とします。ただし、高重量でのトレーニングは怪我のリスクが高くなるので、ウォーミングアップを十分に行い、正しいフォームで、潰れる手前で反復を終えるようにしましょう。また、筋、腱、関節などに違和感や痛みを感じたときは、即トレーニングを中止してください。そしてもう一つ大切なことは、マインドマッスルコネクション、どの部位を動かしているかを常に意識することです。重さよりも筋肉が伸びて縮むを感じてください。それだけで効果は100倍以上違ってきます。個人の感想です。いかがでしたか？皆さんのコメントをお待ちしています。三角筋は前部、中部、後部の3方向をバランスよく鍛えるのが美しい型作りの鉄則です。前部は意識しなくても他種目で使われやすいので、中部、後部を重点的に鍛えるとバランスが整います。フォームを崩さないことが第一で、反動を使わない軽めの重量でも十分効かせられます。筋肥大狙いは中重量中高回数、筋力アップ狙いは高重量低回数が基本です。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。